六歩は相棒やっほー内村かほです。こないだ家族から庭に青虫いるけど何の青虫か見てって言われたんですね。で、青虫って言って庭を覗いたらこの子がいたんですけど、皆さん蝶々って1000個卵があったとしたら、そのうち何匹が空を舞うことができるかご存知ですか？実はですね、蝶の種類にもよるんですけど、たったの6匹とかなんですって。で、多くても成虫になれるのは卵100個中2、3個らしいんですよ。で、どうしてかというと、成虫になるまでにすでに鳥とか蜂とかのね、捕食者や寄生虫にやられるかららしいんです。で、特に屋外にいる青虫って寄生虫に侵されてる確率が高いらしいんですね。で、この子ももう見つけた時にはある程度大きかったんで、もう寄生されてるんかなって思ってたんですよ。この子、毎日夕方、庭木を見ると必ず私の前に姿を現すんで、私結構迷ったんですよね。昆虫ケース買って外敵から離そうかなとかどうしようかなって。で、せっかくここまで育ったのに、自然の摂理とはいえ、寄生虫にやられて蝶になられへんのってもう嫌やなと。で、なんとか蝶になってほしいなって親みたいな気持ちになりましてん。でも、蝶って飼うとなると毎日お世話してあげんといかんし、時間取られて大変なんですよ。いやだから、私、青虫に言ったんですよ。私はね、あなたが寄生されてるかどうかもわからへんと。で、あとどれくらいでさなぎになるのかもわからないし、あなたの糞の掃除とか、私にはね、仕事があるからもうなかなかあなたの面倒も見られへん。今日明日あなたがこうさなぎになってくれるんやったらお世話できるかもしれへんけどみたいなことを青虫に言ったわけです。それで会社から帰っていつも青虫がいる庭木を見ると、その葉の裏にね、なんかちっちゃいアリみたいなおりやんって気づきまして、で調べたら多分青虫小鉢っていう寄生虫なんですよこれ。で、青虫から少し離れた葉の裏に一匹だけ止まってて、で、私心の中でこの青虫に言ったんですよ。寄生虫いるから隠れてって。でも全然この子隠れる様子なくって、そしたらもう次の日の朝、ちょうどこう目覚めようかなとこうまどろんでいた時に、なぜか脳裏に青虫が浮かんできてですね。で、さらに、このままじゃ蜂に刺されちゃうよ。どうしよう。今日蜂に刺されちゃうよとかっていう青虫の声みたいなものが頭にこう響いてきたんですよ。でもなんか変な夢やなと思ってたんですけど、もう心がね、こうざわざわしまして、だからその日の夕方買いに行ったんです、昆虫ケースを。で、家に帰って青虫いるかなって庭木を覗いたらいなかったんですけど、と思ったら、茎をものすごいスピードで登って動いてる例のあの子が青虫が目の前を横切りまして、で、そのね、青虫のお尻になんと例の寄生虫の青虫小鉢が止まってたんですよ。もう「こら！」って私は指で小鉢をこうのけまして、で、のける時にですね、優しく触ったつもりが、もう触った勢いで、歩いてた青虫自体もこう落下してしまってですね、落ちて衝撃与えてしまったんちゃうかってびっくりしたんですけど、それもつかの間、途中の葉っぱに青虫引っかかってまして、で、小鉢がですね、青虫小鉢自体はもう自然とポロッと取れたという風になりました。そこで急いで私の手を差し出したら、なんと逃げないだけでなく、自ら青虫が私の指に乗ってきたんですね。ちょうど青虫はワンダリングといって、そのさなぎになる場所を探すために、その食草であるその庭木から離れて、動いていた、ものすごいスピードで動いていた最中だったんですが、私の薬指のところに乗った途端ですね、しがみついて離れなかったんですよ。まるでちっちゃい子がもう全身かけて、怖かったよ、怖かったよってすがってきたというような感覚に似てたんですね。全然ジタバタするとかいうこともなく、おとなしく私に助けられたという感じでした。手に乗る時に私の指のところでお尻の方から糸をね少し出したんですね。だからもしかして全容になろうとしてるのかなとか思いつつも急いで保護して、
すでにもう寄生虫にやられた後なんかどうなんかっていうのがもうずっと気が気でならなかったんですけど、家に入れてあげたその日の午前3時には買ってあげた虫かごの中でこのオアシスにそのアイス棒を突き刺してたんですけど、そのところでこう全容になってまして、でその日の夜7時にはさなぎになりました。で、なんか規制されてるかどうかっていうのは、なんかいくつかこうポイントがあるみたいなんですけど、その規制されてる特徴であるその黒点っていうのが、体には出てないと。で、ライトをね、そのさなぎの体にかざして、なんかこう寄生虫がおるかなって探す方法もあるんですけど、寄生虫らしき影っていうのは透けては見えへんと。でも、そういう状況であっても、なんか数日経ってね、さなぎの体から出てきたのはね、腸じゃなくて、もう寄生虫やったっていうこともあるらしいんですよ。で、そもそも秋霊幼虫の、秋霊幼虫って青虫のその最終段階なんですけど、その段階まで屋外で育った個体が寄生されてへんっていうことなんて結構珍しいみたいで、せっかく助けたのにさなぎから生まれてきたのがもう800匹だったらとね、思うとね、もうなんかそう思いつつも、せっかく我が家にやってきてくれたんで、私の歌声とか、私の朗読とか、なんかそのさなぎに数日間聞かせようとね、虫かごの横でその YouTube の私の動画再生して、しばらく流していました。抱き合わせ販売は2条9項6号半、一般申請10項19条、事業者2条1項。いずれの時にか女房子山田侍がマイケル中に糸やんほどなき際にはあらんが、当該処分により実行の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり。ちょっと話が変わるんですが、一時期木ってかわいそうやなと思ってた時がねあったんですよ。で、木ってね、人間より長生きする場合っていうのもありますけど、ずっとね同じ場所に生えて移動できないじゃないですか。友達と喋ったり、新宿に服買いに行ったり、お店行ってコーヒー飲んだりとかできひんやんと思ってたんですよ。一方で、うちの庭木に生えてるのとこの同じ種類の木が家から少し歩いたところにあるんですけど、植わってる場所も方角も違うのに、花咲かす時期とか咲かさない年とかも一緒で、もしかしてもう互いに咲く時期相談してんのんちゃうとかって思う時もあって、なんかどうなってんねやろうと思ってたら、そういう研究がね複数ありまして、なんと木や植物ってなんか地下の菌種とかを通じたり、特定の化学物質を発散したりして、お互いに情報を交換してるらしいんですね。で、こういう虫が今の時期は来るからこういう防御物質を出しとかなあかんでとか、なんかさらに例えば青虫が自分の歯を食べてるってなったら、自分のね歯を食べられたくないんで、青虫の天敵であるその青虫小鉢とかを呼んでくるんですって。植物がですよ。そこで私はっと思ったんですよ。もしかしてこのカラスアゲハの幼虫も私に助けてもらえるように、まどろんでたね、あの時まどろんでた私に一生懸命助けてってアピールしてたんやないかと。蝶ってね、成虫になれる確率が低いらしいんですよ。で、低いけれども、どのように生存競争を勝ち抜いていくかという中で、人間に助けてもらうことで生存率を高めるという戦略に出る個体が出てきてもおかしくはないなぁと。植物が互いに情報交換をしてるんだったら、虫だって人間にまだ知られてない手段で情報交換をすることもありえるはずで、例えばこの子の親とか、もしかしたら周りの樹木や味方になってくれる虫とか、近所にいる同じ種類のアゲハの成虫幼虫、いろんなものと連携して、この人間やったらお世話してくれるんと違う、助けてくれるわってどこかで情報を仕入れたんやないかと。だから私がね、まどろんでて見た変な夢っていうのは夢じゃなくて、アゲハのこの青虫がですね、特定の化学物質やったり超音波やったり、分かりませんけど、そういうものを出してほんまに私に助けを求めに来たんやないかと。実は青虫を青虫小鉢から助けた次の日と、さらに次の日はものすごい雨やったんですね。
で、たとえ小鉢のね、難からこの青虫が逃れられたとしても、さなぎになる場所を失敗してたら、さなぎごと雨に流されたりして死んでたかもしれなくて、で、そういうことも全部このアゲハの幼虫、この青虫は分かってて、自分が生存するには、この人間が、私がですね、有用やと思って、私に助けてって SOS 出したんじゃないかなと、そう考えたわけですわ。もうすべてがプログラミングされたかのように、あの日、あの時、あのタイミングで青虫を助けなければ、この蝶はいなかった。そしてこうなることはもうすでに前から決まっていた。そうとしかね、思えない体験をですね、このカラスアゲハは私にくれました。七夕のあたりに羽化しそうだったので、さなぎの名前は七夕ちゃんにして、成虫になって羽を見て、オスって分かったら彦星ちゃん。メスなら織姫ちゃんという名前にしようかなと考えていました。そうそう、アリゾナ大学の研究でクマケムシというガの幼虫も寄生虫の被害に遭うらしいんですけど、寄生虫の被害に遭った個体の中にはアルカロイド系の毒草を食べて寄生虫に勝つ者がいるらしいんですね。で、我が家の庭木は実はアルカロイド系の毒を持っているものでして、もしかしたらうちの七夕ちゃんも屋外で過ごしていた間、宿りバエとか寄生虫にやられたことがあったかもしれないんですが、生まれながら毒草を食べて育ったので、体の中で寄生虫をやっつけたんかもしれない。だから無事に羽化できたのかもしれないです。虫の知らせ第6巻八百万の神お天道様が見てるよなど、昔からですね、日本人はもういろんなことを言ってきましたが、でももしかしたらほんまに木や虫や風などの自然というものは人間以上に人間のことを分かってて、例えば木や虫などはどの人間が自分たちの生存戦略に役に立つんかっていうのを普段から観察してるんちゃうかななんて今回思った次第でございます。私はですね、人間の脳にはその自然のものからの声を聞く受容体がねあるんやないかというふうに考えてます。だって青虫が話しかけてきたんですもの。午前4時半、街が目覚めきらない中、家の前の道路でカゴを開けると、蝶は別れを惜しむようにしばしカゴの中にとどまっていましたが、数メートル飛び上がった後、人家と人家の間を縫って飛び去るのかと思いきや、ひときわ大きく右へ反り返って羽をバタバタさせながら旋回し、向かいの家の屋根を越えて、私に約1億年前から受け継いでる羽の黒色ビロード状の毛を見せ、飛び去っていきました。ああ、よかった。彦星ちゃん、夢に出てきてくれてありがとう。内村佳穂でした。まったね。